あ始まりました。天保の鉱石ラジオ in 城ヶ島です。イエーイ。私は今神奈川県の今に岩跡が含める城ヶ島に来ております。私は城ヶ島はこちらの方にやすいように東にもう片方から場所になっております。木造などさまざまなものをやってこれをお願いできたいなと思います。現在城ヶ島気温が33度にしてとても暑いので、私も帽子をかぶって観察をしたいなと思います。では皆さんぜひ行きましょう。現在私たち城ヶ島の砂浜に来ております。もともと城ヶ島っていうのは海水浴の名勝地として知られており、もともとはこちらの城ヶ島の海岸線一帯が砂浜だったと言われています。しかし関東大震災や東日本大震災など、関東ではたびたび大きな地震が起きますので、その度に砂というものは下に落ちて、そして砂浜の中にこのように埋まっていた僕の今現在座っているようなこれ岩が少しずつ隆起してきました。その結果として現在は城ヶ島というのはさまざまな地層などが見える岩の多い海岸線となってしまいました。地学としてはこのような岩、珍しい地層や珍しい現象などが見れるのはありがたいことなんですけれども、一方で城ヶ島にとってはこれは結構深刻な問題でありました。もともと砂浜で多くの観光客が海水浴に来るということもあり、結構人の出の多い場所ではあったんですけれども、少しずつ岩場が増えたことで、砂浜を楽しみたい人、海水浴を楽しみたい人というのが減って、徐々に城ヶ島に来る人が減ったと言われております。では次の場所に行きましょう。さあこちら城ヶ島のインスタグラムの名スポットとも言ってもいいでしょう、馬の背洞門にやってきました。こちら多くの方々が写真を撮る場所ではあるんですけれども、今回はあえて地学的な観点で今回これを見てみたいと思います。こちらの馬の背洞門はもともとはこれ一つの岩だったと考えられています。こちらの一つの岩が少しずつ波が当たり、そこに穴が開いたことで今回のこちらの馬の背洞門ができたと言われています。こちらもともとここは完全に海で、下を船などが通ることができた場所です。なので明治時代や、昭和の時もそうなんですけども、写真などを見るとこちらの下を小舟が通っているというのが、こちらの馬の背洞門の楽しみ方でした。しかし関東大震災や東日本大震災など、大きな地震でこちらの地盤の、隆起などがありまして、水が引いた後にさらにそこから隆起して現在のような、少し高い場所にこのような空洞があるというものになっています。さらに昔はこの上のところを通ることができたんですけれども、今は激しいこちらの海風や浸食などによって現在も本当に薄い場所となってしまい、この馬の背洞門の上を渡ることはできません。また他にもこのように卑劣なこのような地層なども結構ここははっきりと見える場所でもあり、地学的にとても貴重な場所と言えます。では次の場所に行きましょう。ちょっと小さい洞窟を見つけたのでちょっと覗いてみます。ここは先ほどの馬の背洞門と同じように吹き抜けになっている場所ですね。涼しい。すごい涼しい。で、非常に天井が低いですね。とても涼しいです。ここやはり日陰になっているだけでなく、海からの風もここは通る場所となっており、とても涼しい場所になっています。すごい綺麗。見えるかな。キラキラとしてるんですよね。見えた。ほら、すごいキラキラして、水面の反射が映ってとても綺麗な場所です。いやーすごい。もちろんこの中もとても地層の中ですが、この割れ目という感じでとても面白いですね。見てて面白いです。これが先ほど僕たちが通ってきた道です。いいですね。では次の場所へ行きます。こちらが馬の背洞門の上の場所にあたります。先ほど言った通り、馬の背洞門の上の部分は大変細くなっているのが分かります。あと奥の地層などを見ますと、ズームしてみますと、このように褶曲や断層なども結構多くこの地層のあたりにあることが分かります。このように上から見ることで改めてもともといびつだった地形にさらに浸食が起きて海食道が起きたということが分かりますね。
ろですね。このような切り立った崖っていうのがまさにその城ヶ島の特徴とも言えるところです。こちらなぜ紹介しましたかというと、あそこの崖、この赤いというか茶色いような地層が見えると思うんですけども、あれはいわゆる関東ローム層と呼ばれる、よく教科書で聞くやつです。火山灰などが火山由来のものが積もってできた地層となっております。でまたもう一つの特徴としてここ興味深いところが、よくもし地学を習っている方なら聞いたことがあるかもしれません。整合不整合と呼ばれる地質の関係です。地質がきれいに並んでいるか、それともボコボコになった削られた状態で積もっているかというものです。こちらの関東ローム層とその下の地層の場合は不整合の地層となっております。一度地層ができたところにそこに侵食を受けて、その上がボコボコになった状態の上に関東ローム層が積み重なったという場所です。では次の場所に行きましょう。城ヶ島ですが、最寄り駅は三崎口駅になります。三崎口駅、城ヶ島からバスで30分ほどあるんですけれども、最寄り駅は三崎口駅です。で、そして三崎口の駅の周り、三崎という場所なんですけれども、なんといっても有名なのはマグロです。三崎港で揚がるマグロは日本全国的にも知られています。実際に三崎港にある魚市場食堂では、このように魚の標本とかが置いてある、マグロがとても知られている場所です。今回僕たちは三崎港のマグロを食べたかったんですけども、残念ながら時間的に空いていなかったということなので、今回は僕たち城ヶ島でマグロを食べました。こちらのマグロ丼、とても大きくて食べ応えがあります。でそして実際にマグロの赤身や中落ちなど、とても美味しくて満足することができました。私大学生なんですけれども、いっぱいご飯があるといいなと思っていたら、本当にご飯がいっぱいあり、そしてその上に乗っているマグロもすごい満足感があるものだったので、すごく楽しむことができました。というわけで、今回の動画、城ヶ島に関しては以上です。ご視聴ありがとうございました。これからも鉱物採集家戦法、動画よろしくお願いいたします。さようなら。